おはようございます。ケンです。今日もご視聴していただきありがとうございます。今日はまず最初にテスラオーナーさんにとっていい情報をお伝えします。今月末の29日に横浜にてテスラオーナーの集まるイベント TOCJ が行われます。この TOCJ の方に僕も行く予定ですが、今回僕がいつもお世話になっているモディファイさんが今スライドで見せているヘッドクリップをモディファイの LINE に登録することによって先着100名の方にプレゼントするようです。このクリップは非売品です。僕は普段テスラに乗っていて駐車券を置く場所にいつも困っています。置くところがないんで、モニターの下のスマホの充電ができるところに置いていますが、オーナーの皆さん、どこに普段置いていらっしゃいますか？けど、このクリップがあれば、ここに駐車券を挟めるんです。また、サングラスも置くことができます。そしてこのクリップは、まずはデザインがめちゃくちゃいいです。ビーガンレザーを採用しているみたいなので、テスラにもぴったりです。なので、このクリップは超おすすめです。そしてこのクリップを TOCJ でモディファイさんの LINE に登録すると、先着100名にプレゼントということなので、これは当日行かれる方は絶対にまずは行った方がいいと思います。先着中なので、すぐになくなると思います。なので、ぜひ行かれてみてください。すでに LINE に登録されている方に関しては、X または Instagram に登録で対応されるみたいです。なので、まずは TOCJ の当日、着いたらモディファイさんのブースに行かれてみてください。場所もめちゃめちゃ良くて、会場の中央手前にあります。では、今日の内容に入っていきたいなと思います。テスラのロボタクシーがいよいよ公道を走り始めました。しかもその様子はアメリカのオースティンで日常的に見かけるほどになってきているようです。でも今、そのロボタクシーのスタートに対して、地元の議員さんたちがちょっと待ったとストップをかけようとしています。一体何が起きているのでしょうか？そしてそんな中でテスラ株だけが上昇しています。市場全体が昨日下がったんですけれども、なぜテスラは評価されているのでしょうか？今回はテスラの最新のロボタクシー事情とその裏で動く政治、投資の動きまで分かりやすく解説をしていきたいと思います。それでは早速本題に入っていきましょう。まずは最初の話題は、すでにアメリカテキサス州オースティンの公道でテスラのロボタクシーが目撃されているというニュースです。現地ではロボタクシーと書かれたデカールが貼られたモデル Y が市内のあちこちで走っている姿が目撃されていて、目にする頻度が明らかに増えてきているようです。これは6月22日から開始予定とされているロボタクシーサービスの本格展開に向けた最終段階の準備だと考えられています。このロボタクシーは完全な自動運転、つまり人間が運転席に乗らない状態での走行が想定されていて、すでに複数の車両が実際に公道でテストをされているようです。もちろん誰でも乗れるというわけではなく、現時点では限られたエリアと条件での運行が中心ですが、テスラが実際に次のフェーズへと進み始めていることは間違いありません。ちなみにテスラのロボタクシーはライダーと呼ばれるレーザーセンサーを使わず、カメラだけで周囲を認識しています。これは他の自動運転企業と大きく異なるアプローチで、ハードウェアコストを抑える狙いもあるとされています。そしてこのロボタクシーの走行が進む一方で、実はそのスタートに対してちょっと待ってくれという声が上がっています。それを発信しているのはテキサス州の民主党議員たちです。彼らは6月22日から予定されているロボタクシーサービスの開始を今年9月1日に施行される新しい法律が有効になるまで延期してほしいとテスラに要請しています。なぜかというと、現在の法律では自動運転車に関する明確な安全基準や緊急時の対応ルールが整っていないからです。9月から施行される新法では、州が自動運転車の運転許可を与えたり、取り消しできるようになり、緊急対応マニュアルの提出も義務化される予定です。この法改正が間に合っていない今の段階で、完全自動運転の車両が行動を始めることに対して安全面での懸念が強まっているとのことです。特に議員たちは何かあった時に誰が責任を取るのか、そして市民がその技術を本当に信頼できるのかという点を問題視しています。さらに、反テスラ団体が実施したデモンストレーションでは、
ロボタクシーが止まっているスクールバスの前に置かれた子供の人形に気づかず接触する様子が報告されるなど、安全性への不安も広がっているようです。こうした中でテスラがこのまま予定通りサービスを開始するのか、それとも延期を選ぶのかは今後の重要な焦点になるでしょう。続いてはこの状況にもかかわらず、なぜテスラの株価が昨日上昇したのか、その理由を投資家目線で見ていきます。6月18日の取引終了時点でテスラの株価は前日比 1.7% プラスの $321.99 ドルで引けました。ではなぜ他の銘柄が下落している中でテスラ株だけが買われているのでしょうか。その理由の一つはロボタクシー事業に対する期待です。実際に車両が走り始めているというニュースはテスラが計画を現実のものにしているという強いシグナルになります。投資家の多くはこのロボタクシー事業が将来的に莫大な収益源になると考えています。現在の車の販売モデルからサービス型のビジネスモデルへの移行が見え始めているという点がテスラの評価を押し上げているんです。さらにイーロン・マスクさん自身が6月22日から10から20台のモデル Y を使って運行を始めると示唆していることで、投資家はその具体的な動きに反応していると考えられます。つまり、市場全体が不安定な中でも、テスラは未来を先取りしているというイメージが強く、それが株価を下支えしている要因になっているんです。とはいえ、まだ正式なサービスが開始されたわけではなく、安全性や法的な課題も残っています。そうした不透明要素をどう評価するのかが今後の株価の鍵を握ることになるでしょう。はい。では、ここまでテスラのロボタクシーに関する最新の動きを3つの視点から見てきました。1つ目は、テスラがすでにロボタクシーをオースティンで公道走行させているという事実。これはこれまで構想段階にあった自動運転サービスがいよいよ現実になろうとしていることを示しています。そして2つ目は、その動きに対して政治的な観点から懸念の声が上がっているということ、新しい法律が施行されていない中での運用開始っていうのは議論の余地があり、安全性や市民の信頼という観点からも慎重な対応が求められています。そして3つ目は、こうした不確実性があるにもかかわらず、テスラ株が上昇したという事実です。これは市場がテスラの未来に対して非常に前向きな評価をしていることの表れとも言えます。ただし、ロボタクシーが商業的に成功するには、技術的な完成度だけではなく、法律、社会的信頼、そして事故が起きた時の責任の所在といった総合的な準備が欠かせません。今回の一連の流れは、テスラがどれだけ未来を見据えて動いているのかを示すと同時に、その未来を実現するためにどれだけのハードルがあるのか、これも浮き彫りにしています。では、僕たちはこの動きをどう捉えるべきなのでしょうか。ぜひ皆さんの意見をコメントで教えていただければと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきたいと思いますけれども、本日アメリカは非営業日で休場となっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日の冒頭にも言いましたが、今月末の TOCJ にて、モディファイさんが非売品のクリップを LINE に登録してくれた方、先着100名にプレゼントです。ぜひ、当日行かれる方は、まずはモディファイのブースに行かれてみてください。では、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。